先生、改めましてこんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず最初にこちらで開業された経緯について伺いたいんですけれども、なぜこの横浜で開業しようと思ったんですか？はい、最初、私の住んでる近くの和田町っていうところで初めての開業をしたんですけれども、そちらでだいたい10年ぐらいさせていただいて、もう少し審議とかいろいろな方々がこう集まる場所、横浜の西口ですので、そういうところで仕事をしてみたいなっていうことが一番でした。はい。もともと開業をしようと思ったきっかけは何ですか？もともと私は歯科の出身ではない家から、歯医者になりましたので、お仕事をするという上では開業っていうものが一番自分のやりたいこととか、あと皆様と近くで接することができるんじゃないかという思いで学生時代から過ごしてきましたので、もう開業一択という感じでやらせていただいてました。先生が力を入れている部分はどういうところでしょうか？はい、今現在は口元のバランスを整えることによって患者さんの心理的なお悩みを解決するお手伝いができればいいなと思っています。虫歯の治療などで歯茎が下がってしまった方、あとは患者さんからの声にならない声のニーズをなるべくこちらもご提供できるようなものを考えて、それで患者さんが実は地味にこれで悩んでるっていうものがあった時に、歯科医としてそれが治療できるのか、それとも治療できないのかっていう判断ができますので、そこを解決したいなと思ってしております。先生、今手に持っていらっしゃるスキマスクなんですけれども、そのスキマスクの誕生秘話について教えていただけますか？最初のところの初めての開業の時から考えてたコンセプトだったんですけれども、患者さんたちのお口の中を見た時に、歯と歯茎の境目のあたりの黒いブラックライン、あとは隙間ができてしまって、そこをなんとか埋めたいっていうご要望、どうしても歯肉下がりで、その歯肉下がったところをカバーしたいというご要望をお伺いしていて、なんとかできないかなと。歯科の知識を動員してもなかなかご満足いけるものがないのであれば、思い切ってカバーを作ってみようと思ったのがきっかけです。スキマスクとは具体的にどういったものなんでしょうか？スキマスクとは入れ歯と同じ材料材質なんですけれども、こちらで歯茎のこのラインを整えながら装着していただいて、言ってみればカツラのようなものだと思います。着脱は簡単なんですか？はい、どんな風にしてつけるんですかね？鏡を見ていただいて、もうこのまま接着剤なども使わずにパコッとはめていただくと、そんな単純なって思われるかもしれないんですけど、実は入るとほぼ動かないですし、あと取る時には逆に簡単で、この端っこのところをポコンと上げるとすぐに外れるので、自分で慣れてくると着脱はすごく簡単です。あ、そうなんですね。はい、お手入れはどういう風にすればいいんですか？はい、お手入れはこちらでお食事もできるので、装着した後、お食事した後に外していただいて、それで、ブラシかできれば中性洗剤でスポンジで洗っていただいて、それで自分の歯もメンテナンスしていただいて、また装着していただくようになります。あとだいたい1週間に1回ぐらいはポリデントとか、入れ歯用の洗浄剤ですね。はい、それの総技師用って言って、総入れ歯用のポリデントを使っていただいて、それを消毒していただければいいかなと思います。自分の歯の方のお手入れはそのスキマスクを外した状態で通常通り歯磨きをすればいいということですか？はい、寝るときは外して寝る感じですよね。ですね。はい、夜は基本外していただいて、あと普段通ってらっしゃる歯医者さんでのメンテナンスの時にも外してメンテナンスを受けることができますので、着脱式というところが一番お手軽です。それをはめることによってお話がしづらいとかっていうことはないですか？むしろ歯の隙間が大きくなってくると空気が抜けるので、何かの発音が少しスカスカしたような感じになることがあるようなんです。このところをスキマスクが入ると少し喋りやすくなる。楽器をやっている方ですね、楽器、吹奏楽などの楽器をされる方もスキマスクでカバーをすると空気が抜けにくいという声はいただいてます。じゃあむしろはめた方がいいということですよね。そうですね、限度を超えて歯茎が下がってしまって、骨が露出してしまって、根っこの部分の影が、隙間が大きくなったことがはめていただくと少し機能的になるかなと思います。スキマスクの寿命はどのくらいなんですか？スキマスクは私の一番の1号の患者さんが私のおばなんですが、そのおばが今でも15年は使ってます。ですのでこちらの材質自体が義歯のものですので、吸水性も若干なくはないものですので、おすすめは
5、6年は様子を見ていただいてと思いますけれども、使えるまで使ってらっしゃる方もいらっしゃいます。先生、スキマスクはどのような人におすすめですか？スキマスクは残念ながら交通事故や何かのスポーツでの事故で歯を失ってしまった方も、その歯槽骨っていって歯を支える骨自体がなくなってしまって前歯の見た目がスカスカしてしまった方っていうのが大きいくくりでの適用の方です。ですので矯正をしてそれで根が出てしまった方もそうですし、あとは年齢がいって歯周病で歯槽骨を失ってしまったという方々も適用の範囲です。スキマスクで適用の方ということでお話しさせていただいたんですが、最近私が後にご相談を受けることでいうと、インプラントをされた方、前歯ですね、それとあとは成人矯正をされた方、特に最近ではマウスピース矯正、手軽にマウスピースで歯並びを改善できるということで矯正をされる方が増えてきているんですけども、やはり歯の骨を失うのは力がかかりすぎたりした場合、支える骨がないと隙間ができてしまうっていうのはもう基本なので、そのようにして悩まれている方、それで他の歯科医院さんでご相談してももう方法はありませんとか、あと歯が長くなってしまうんですね。直した場合に何か差し歯とかで直してしまうと歯が大きくなったり長くなったり、根っこの部分を歯茎に近く作ろうとするので、そうなると歯自体がすごく長く出来上がってしまいます。ですのでその長くなった歯のバランスをこちらで少しカバーして短く見せるっていうこともテクニックとして使ってますので、自然に見えてきます。スキマスクを作っていつも思うんですけれども、患者さんは最初から他に方法がないと思い込んでらっしゃる方もいらっしゃいます。自分で鏡を見た時に自分の歯の根っこが出ているなと悲しくなってしまったり、あと手で隠してしまったり笑顔が作りにくくなってしまった方、なんとか方法があるかもしれませんので、ご相談に来ていただけるといいかなと思います。スキマスク、こちらスキマスクを作らせていただいた患者さんで、このように歯を全体的に直したり、あと骨が失われた状態になりますと歯が長く見えてしまったり、どうしても長年かかるとこのなかったところがトンネル状に向こうに抜けてしまう方もいます。ただこの大きい装置を外してしまうと、もうその状態で噛みづらくなる方、あとは長年使っているので外してまではって言われる方も多いので、そういう方にはスキマスクを作って、ブリッジとかかぶせ物をそのままにしてっていうことですよね。おっしゃる通りです。それを外さないでくださいっていうご要望も多くあるので、そうしたら外さない状態でどうにかきれいにできるかなということで、こちらがこっちがアフターですよね。はい、こちらがアフターです。綺麗になりますよね。はい、これ同じ患者さんですか？そうです。こちらは男性の方なんですけれども、歯茎のメンテナンス自体は上手にされていて、それで70代、この時で70代くらいの方だったので、大きく差し歯を外してまでの治療は望まれてなかったというのが経緯と、スキマスクを作ってみましょうか、そういう話になりました。すごく自然で何か入ってるっていう感じしないですね。そうですね、これは本当に作った私が言うのもなんですけども、あと衛生士さんたちから見ていただいても、近くで見てもかなり綺麗ですし、途中の作っている最中、調整している最中ももう皆さん顔が変わってきます。先生、スキマスクの受診回数と費用を教えていただけますか？はい、スキマスクは型取りからお渡しまで3回の来院で今のところはさせていただいてます。それで途中で例えば、1週間お試しで使いたいとか、そういう患者さんのご要望があった場合にはそれなりに回数もプラスされていきますけども、最短で3回、だいたい1週間に1度くらいの来院で今のところさせていただいてます。その3回の治療ではそれぞれどんなことをするんですか？まず1回目はご相談と、あともしその時にじゃあやりますと言ってくださるのであれば、それが1回目になります。もしじゃあ次回に型取りをしますということになりますと、4回になってしまうんですけれども、まずその初回の時がご相談型取りで、2回目がこれが一番時間がかかります。だいたい1時間半ぐらいかけてその方に合わせた歯茎のラインを作って、それで歯茎をピタッと合わせるような状態、あとはそれで歯茎を使った時の
口元のバランスを見ながらという調整が2回目です。それで3回目はもう仕上げでお預かりしたものを磨いてピカピカにして装着していただいて、何か不具合がないかどうか確認してお渡しするのが3回目になります。スキマスクを作るにあたって費用はどのくらいになりますか？今2023年の時点で全体でご相談から型取り、あと装着お渡しまでで22万円税込みになってます。こちらは保険は効かないんですか？はい、残念ながら保険適用外になります。先生、今回この動画を見てくださった視聴者の方に何か特典はありますか？もしこちらの動画をご覧になって、それでスキマスクに興味を持っていただいて LINE されてスキマスクをしますということで言っていただけるのであれば、通常スキマスクをするときに最初にお掃除を自費でさせていただいてるんですが、その分の8800円という金額でさせていただいているところを無料でスキマスクの前か後にお掃除をさせていただきます。通常の歯科医院で受けるクリーニングとは違うんですか？もう少しちょっとお時間をかけて徹底的にして、その仕上げにジェルを塗って、こちらの歯科医院でさせていただいている少し手の込んだお掃除で対応させていただきます。では先生、最後に歯茎が下がって隙間が目立って悩んでいる方に向けて一言お願いします。このスキマスクを考えた時にも、まず患者さんからのお悩みの声からこれは出来上がっています。でその時にもう一つ気になったのが、患者さんがこのような口になってしまったのは自分のせいだって言って、そちらでも心を痛めていることが多いです。ですので、例えば歯周病で歯茎を失ってしまった方、あとは差し歯で歯茎が失われている方、そういう方は自分があの時にああしなければって後悔の気持ちで自分を責めながら口元と鏡を何度も見てたっていう方もいらっしゃるので、まずご自分のせいじゃないです。骨が溶けてしまって結果こういう風になってしまって、他に方法がないかなと思われているようでしたらご相談いただければ、なんとか回復したように見せることもできますので、これから長い人生生きていく上で口元が綺麗で笑顔ができるっていうのもすごく幸せなことだと思いますので、まずは皆さん自分を責めないでどうぞお気軽にご相談いただければ幸いかなと思います。いかがだったでしょうか？今日は横浜にあるホワイトアクアデンタルの藤倉先生にスキマスクの紹介をしていただきました。今、歯と歯茎の隙間や歯を見せて笑えなくて悩んでいるという方は、ぜひ藤倉先生に相談してみてください。きっと親身になって相談に乗ってくれますよ。チャンネルでは動画に関する質問を募集しています。また今後もこのような紹介動画を作っていこうと思っているので、こんな医院を紹介してほしいというリクエストがありましたらコメントでぜひ教えてくださいね。高評価とチャンネル登録もしていっていただけたらとっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。See you soon!